さんこんにちは。フラメンコギタリストの石井かなおです。今回はもはや説明するまでもない超有名なギタリストマーシンと彼のテクニックをフラメンコギタリスト目線で紹介していこうと思います。もうすでに有名なんですけど、これから大活躍していくはずの最先端の技術を吸収していきましょう。めちゃくちゃフラメンコっぽいテクニック満載なんですけど、彼しかやらない技術が詰め込まれてます。このマーシン、簡単に経歴を紹介すると、本名マルチン・パトシャリク、ポーランド出身で若干24歳でアメリカズ・ゴット・タレントとかの活躍でも有名なんですけど、何しろ SNS で爆発的な人気を誇ってて、主にアコースティックギターのパーカッシブな演奏がメイン。左手でベースラインとコードを同時にやりながら、右手でパーカッション的な叩く奏法と、しかもメロディーまで奏でるわけわかんない奏法が武器で、一人で何役もやるギタリストって彼が初めてじゃないんですけど、でも彼は EDM のトラックを後ろに流した上で演奏したりとか、例えばネオソウルっぽい要素が入ってたり、めちゃくちゃ現代的なんですよね。しかもアコギだけじゃなくてナイロン弦、クラシックギター系の演奏もエグいんですよ。で、パッと見チャラいんですよね。クラシックのモーツァルトとかベートーベンの名曲を超絶ギターテクニックでやりましたみたいな、カノンロックみたいな昔からあるパフォーマンスで、若干我々世代は拒否反応を起こしがちなんですけど、このマーシンに限っては基本のテクニックがエグくて、他の名曲の美味しいとこだけ取りましたよみたいなギタリストとは全然違うんです。小さい頃の音楽学校みたいなところでやってる演奏動画も出してるんですけど、他の生徒たちの前でパガニーニカプリース24番っていう超難しい曲を怒涛のようにブワーって弾いてるクラシックギターでですよ。で、そのテクニックもありつつ、なおかつこの人の真の魅力は超絶的なグルーヴ感、リズム感だと思います。パーカッションみたいにこっちでボディを叩く技術がすごいのはまだわかるじゃないですか。そうじゃなくて、左手だけで弾いてるリフがめちゃくちゃうねってる、超絶グルービーだから、もう左手と右手とでリズムがめちゃくちゃ立体的になる。マジシャンに生きて、その基本にあるクラシックギターの奏法プラスアコースティックギターの奏法プラスフラメンコギターの奏法とかハーモニーをぶち込んでくるわけですよね。それもやばいんですよ。元ネタ使うわけにはいかないので、一応僕が弾いてる動画を上げておきます。スプリンターっていうイギリスのヒップホップの曲のカバーなんですけど、マーシン独特のナイロン弦のテクニックを紹介していきたいなと。まずはアレンジ力ですね。この原曲って結構こんな感じでしっとりしてるんですよ。それを何をどうしたらこのアレンジになるのかさっぱりわかんない。イントロがあって1番2番っていうきちんとした構成になってて、そこに美味しいテクニックを順番に配置していってる感じ。これぐらいの原曲の素材をめちゃくちゃ豪華に料理して配置する、その能力がすごい。このアレンジはドロップ D って言って6弦を1音落としてるんですね。で a マイナーのアレンジなんで、ギター的にはチューニング変えない方がドンピシャなキーなんですけど、割と何でもない d マイナーのコードに合わせてるんですよね。それがこう原曲のベースの雰囲気を見事に再現している。ここからは曲と一緒に見ていこうと思うんですけど、まずは早弾きのテクニックですね。この最初の部分ですね。ピカードっていうテクニックで、こう2本の指で弾くんですけ
けど、プロのフラメンコギタリストでも苦手な人が多いんですね。スペイン人でもそれをなんてことない顔でやってる。異常ですよ。もしよかったらこのピカードっていうテクニックを別の動画で紹介してるので、ぜひご覧になってください。なおかつそのピカードっていう早弾きのテクニックを使って弾いてるのがハーモニックマイナーっていうスケールになります。これだけやっておけば何の曲でもフラメンコに聞こえますっていうのが、マーシンはこの曲に限らずいろんな曲でこのハーモニックマイナーっていうスケールを使うので、常にスペインっぽい香りがするんですね。こんなスケールなんですけど、ハードロックとかやってる人馴染みありますよね。このアレンジでも使ってるスケールは全てハーモニックマイナーです。続いてはやっぱり当たり前のようにラスゲアードをかましてくるんですよ。やっぱりしっかりフラメンコも学んだんでしょうね。こういうタカタンっていうフレーズ、おそらくこうやってるんですよ。親指アップから始めて薬指中指ダウンして親指ダウン。フラメンコだともう一つテクニックがあって、親指アップして薬指ダウン、人差し指ダウンが1セットになってる。なので後半にはもう1箇所別種類のラスゲアードも入れ込んでます。ここですね。タカタタタンタンっていうフレーズなんですけど、薬指ダウン、中指ダウン、人差し指ダウンっていう風に順番に下ろしてきて、人差し指アップで終わります。これも別動画で解説を出してますのでよろしくお願いします。あとは超絶技巧に紛れ込ませてくるリズム遊び、これですね。4拍子に対して3つ単位の音を放り込んでくる。なんでタカン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 タずれ込んでくる。ここはどっちかっていうとここを固定させて音が降りてくる感じをやりたかったんだと思うんですけど、次個人的にやばいって思うのはやっぱりこれですね。ナイロン弦とアコギで叩き方変えてると思うんですよね。このナイロン弦のクラシックギター系の方がやっぱり繊細にできてるんで、負担かかりにくい場所を、しかもギターを全く傷つけないように叩く。でこの叩く順番は決めてるっぽいですね。なんで慣れてしまえば手癖のように叩ける。このアレンジの中でやってるテクニックの順番としては、右手の中指薬指、右手の人差し指で左手でボディサイド、右手の親指でボディ、右手の薬指中指でボディサイド、ここまで決めてるっぽいです。この一連をひたすら練習していけばいいと思うんですよ。次のテクニックはここの部分ですね。ちょっとここグッときませんか。スケールで細かく降りてきた後に音が上がっていって浮くような感覚、前半にも出てくるんですけど、コードトーンのアルペジオっていう風に言われるもので、多分マーシンはこういうアルペジオのフレーズを日々の練習に取り入れてると思うんですよ。が大変なんですけど、ふとしたアドリブとかの瞬間に入れられるとかなりおしゃれです。あとこれですね。左手オンリーのフレーズ、エレキギターっぽいフレーズで、もう僕はナイロン弦でやるのは見たことなかったんで、おできるんだ、こんな感じで一回音を出したらハンマリングとプリング繰り返すことで延々とできるんですけど、またこれ右手余ってんなっていうので、案の定左手をやりながらボディを叩くっていう超絶テクニックっていうこだわりにおいては妥協が全くない。次はみんな大好きトレモロです。ちょっと豆知識で、フラメンコギターのトレモロって若干特殊で、親指含めたこういう5連符、マーシンは普通にクラシックギター的な4連符でやってます。原曲のちょっとしたフレーズをこんなに展開させて、しかも2拍3連ポリリズム、しかも指がめっちゃ飛ぶ、こんなとこ弾きます普通っていうこ
ことを平気でやります。あとはルンバっていうフラメンコのリズムパターンを入れ込んでたりもするんです。ルンバっていう認識でやってるかどうかは分かんないんですけど、いずれにしてもラテンっぽいパターンになります。彼はベースパターンをこんな風に感じてるんじゃないかと。ダウンアップダウンアップ叩いてアップダウンアップ、それにミュートを混ぜたりラスギャードとかを混ぜたりして自由にやってます。あとここですね、1箇所だけなんですけど見たことない超絶パターンのラスギャードをしてます。ボディを叩いて人差し指アップ、薬指ダウン、人差し指アップ叩いて人差し指アップダウン、もう一回ボディを叩く。めちゃくちゃかっこいいです。その後の地味変コードって言われる E7 シャープ9です。ざっくりとこの曲で使ってるテクニックを紹介してみました。右手も左手も一瞬も休む暇がないので難易度的にはものすごい高いんですけど、ここからはせっかくなので彼のこのアレンジ自体をゆっくり解説しておきます。イントロの部分ですね、ちょっと字足らずみたいなフレーズになってるんですけど、多分拍はそこまで意識してなくて単純に加速しながら駆け下りていきたいんじゃないかなと。タカ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 タっていう風に次から怒涛のようにいろんな展開が来ます。最初の部分のラスギャードの手順はこうですね。次のトレモロはベース音を2拍3連で入れていきます。このポリリズム部分は正確に左手を移動しないといけない。ここも激ムズフレーズの合間にパーカッション奏法が来るので流れで体に入れていく感じ。できればすごい楽しいです。中指、薬指、人差し指、ボディ、親指、薬指、左手、左手、中指、薬指、タカタンタントントン、それでアルペジオ。で次のフレーズはここは親指を支点にしてやるのがコツだと思うんですよ。慣れてきたら右手もボディを叩かなきゃいけないので左手を自動運転にしたい。右手はここのタイミングで叩いてますね。トレモロも全体通してゆっくり弾いておきます。
たパーカッションソロ。最後だけちょっと変化があって、指板の上から叩きます。グリッサンタンカタン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 で、ここのルンバの部分はこんな感じですね。2回出てくるラスゲアードは親指アップ、薬指ダウン、親指ダウン、親指アップっていうのが1セットになって出てきます。ルンバ奏法ってベースパターンがある程度体に入ったら細かいニュアンスまで追う必要はないと思います。ベースパターンはこういうイメージ。タカパチカなのでここのラスゲアードは薬指、中指、人差し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 指アップ。次は叩いて人差し指アップ、薬指ダウン、人差し指ダウン、叩いて人差し指アップ、人差し指ダウン、叩いて人差し指アップっていう。慣れるためにはひたすらこのパターンをやるしかないです。その次はカードをゆっくり弾いておきます。めちゃくちゃハーモニックマイナー。ラストの一連のラスゲアードははい、ということで、マーシンテクニック。TikTok の元動画見てる人はわかると思うんですけど、あらかじめ録音してる音源の上で、エアギターみたいに適当に弾いてるように見えるんですよ。この人いつもエアギターに見えるんですけど、恐ろしいのは本当に弾いてるかもっていう可能性が十分にある。ものすごいテクニックが正確無比で、タッチがめちゃめちゃ軽い。本当にギター上手い人ってこういう人なんだろうなって思います。めちゃくちゃ難しいことをやってるんですけど、めちゃくちゃ簡単そうに見えるんですよ。パコデルシアとかもそうなんですけど、という感じでスーパーギタリストマーシンのテクニック観察動画でした。このチャンネルではフラメンコとかフラメンコギターに関することをフラメンコご存知ない方にも分かりやすく解説していきたいなと思っておりますので、もしお気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。今回も最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。